こんにちは、オートウエストエンドです。先日からエンジンの警告灯とかコントロールアームの不具合とかちょっといろいろ大変なことが続いていましたので、今回はゆっくりドライブをしながらカナダの駐車の仕方、パーキングの表示とかそういったものをシェアしていけたらなと思います。ドライブしながら早速もう出てきてしまいましたね。この P のマークに車線が引いてあって駐車禁止のマークがこんな感じで道に立っています。日本でよく運転していた時にはコインパーキングを使うのがほとんどで、このパーキングメーターでその道路脇に止めるっていう機会はそこまで多くありませんでした。ただここカナダのバンクーバーではもうほぼほぼ路駐です。パーキングメーターがあるところもあれば全くないところも、そしてそのメーターがないところはこういった表示を参考にして止めていきます。左側の看板は停車すらできないというマークです。そしてそれぞれの看板の右下左下に矢印がありますが、これはこのポールの左側は停車禁止、右側はパーキング中止と、それぞれサインの効果が始まるその位置を示しています。さあ今日もね割といい天気で、毎年結構バンクーバーの周りで山火事が多くて、この空自体がちょっと霞んでいることも多いんですが、今年はそれもそこまで多くないようなので、いい夏に恵まれているなという声が多く聞かれます。はい。で、ちょっと大通りの方に出ました。とは言ってもこんな感じで路駐をしているので、結構この路駐に入る人出る人、その車の出入りが多くて渋滞ができたりもします。なのでね、この急いで安全に縦列駐車をするテクニック、これね結構鍛えられます。そしてこのそれぞれ道の左右右側の車線に関しては、この路駐ができるスペースがもうコンクリートのようなこの塀でブロックされているところが多く見られます。この感染症の大流行でお店の前の列を作るためにそういったスペースを取ったりとか、あとはレストランのもうパティオ席にこの車道を変更してしまおうと、そういった動きが結構あって、このダウンタウンバンクーバー結構路駐をするスペース、この中心地ですねは減っていると思います。なので駐車は結構大変で、もう割と電車を使う人、自転車を使う人、そういった人にフレンドリーな街づくりになっていると感じます。ここも全部コンクリートの塀がね置かれていますね。このブルーの塀も同じような意味で、もともとはねこういったところ全然路駐できたんですが、本当にここ 1,2 ヶ月ぐらいの間にめっきり路駐をするスペースが減ってしまいました。今この右手に出てくる自転車のレンタサイクルのようなシェアサイクルですねのステーションなどもねいろいろ多く作られて、車よりもそういった公共交通に使われる、そんな街にシフトしている感じが伝わってきます。そして新しいサインが出てきました。一番上に停車禁止と書いてありますが、下に時間設定が設けられていることがあります。これは朝の7時から夜の7時まで3分間だったら乗客の乗り降りは OK と。そしてこちらは停車禁止ですがバスだけ OK と。この右矢印があるのでポールの右側についてですね、そこはバスのみ停車 OK というサインもあったりします。
そしてこの道右上の方にまたサインがあります。ちょっと小さいですが、先ほどと同じように停車禁止と。で、その手前にまた後でお見せしますが、パーキングメーターが立っています。なのでそこが一番最前列で、それより前には止めることができないという、そんな標識になっています。バンクーバーでは自分が止めたい道に立っている看板をこう確認しながら止めれるかな、止めれないかなといって結構ぐるぐるすることがあります。特に標識はないですが、消火栓が立っている前後数メートルに止めてしまうと、それもそれでパーキングチケット、違反チケットをねもらってしまったり、最悪の場合レッカーされてしまったりします。なので結構シビアにこのサインを見ていかないとという、そんな環境にあります。はい、それではまた新しいサインを見つけたのでちょっと見てみましょう。こんなサインですね。駐車が禁止なんですが、ここの下に許可証を持っている車は OK と。そしてその許可証は大体の場合、そこの周辺に住んでいる人のみが購入する、なんか年パスのような感じですね。それを1年に1回買いまして、そのステッカーを車に貼っておくと。そのステッカーがある車だけがそこに止めれると。なので他の人がわーっと、住んでいない人が来て自分の車が止めれないということがないように、そういった制限がかけられている場所も結構多く存在します。はい、それでは実際にパーキングメーターがあるところを探して止めていきたいと思います。ここは中華街ですね。バンクーバーの中華街で、ちょっと横浜の中華街とはまた雰囲気が違いますが、こういった中国のような街並みになっている場所があります。腰の高さぐらいのポールが今見えましたが、それがパーキングメーターです。それがあれば駐車をしていいという一つのサインになります。だいたい2つ隣り合わせに、前と後ろの車両方のパーキングメーターを一つにしたような、そんなスタイルで立っていることが多いです。今から車から降りまして、パーキングメーターを見ていきたいと思います。はい、こんな感じで2つのパーキングメーターが1つになっています。前と後ろそれぞれを管轄するパーキングメーターで、こういった感じで赤い数字が振ってあります。これはそれぞれ結構ランダムなことが多いです。そしてここに何分間止めれるという液晶がありまして、そしてその下にいろいろ時間帯によって値段が変わるので、1時間につきこの時間帯ならいくらいくらという表示があります。ただこの液晶を使うためには、このコインを入れるところに小銭を入れて作動させるんですけども、壊れてることがめちゃくちゃ多いです。もう感覚的には 7,8 割このメーター壊れてるんじゃないかなという感じです。はい、そしてここに止めれる時間帯が書いてあります。朝の9時から夜の10時までこのパーキングメーターが作動すると書いてありますので、それ以降夜の10時から朝の9時までは無料といった、そういったことが多いです。逆にその時間帯は駐車してはいけないという時もあるので、その周りにあるやはり標識を見て判断しなければいけません。はい、ということで、それではこの壊れてることが多いパーキングメーターなんですが、どうやって支払うかと言いますと、アプリを使います。電話をかけて自動音声でそれに必要事項をプッシュで入力して同じ作業をすることができるんですが、アプリの方が分かりやすいので使いやすいので、アプリを使って説明していきたいと思います。それではまず止めたい場所の番号、先ほどパーキングメーターに書いてありました赤い数字を入力すると、その場所、住所が出てきます。それを確認しまして、そして止めたい時間、もう分刻みで1分から止め
ることができるんですが、それを入力してあらかじめ連携させているクレジットカード、それを確認して OK をしますと、もうこの自分が指定した時間の駐車完了と支払いが完了されます。そしてこの携帯のお知らせ機能のところにウィジェットを使って出したりしますと、簡単に今止めた時間、支払った時間、僕は今回5分でやったんですが、その5分が、ちょっと上乗せして5分30秒とかもらえたりするんですが、それでカウントダウンが始まっていきます。そしてまた途中で追加したい場合などは延長ボタンを押しますと、さらに追加したい時間を入力して追加料金を支払って時間を延ばすことができます。これはもう本当に小銭もいりませんし、事前にねカードを登録しておけばすぐ支払えるのでとても楽です。雨の日とかね特に活躍してくれます。もう車内でねパパッと支払って雨に濡れてね小銭を出す必要もないので便利です。しかもそういう風に小銭を用意してパーキングメーターに入れようとした時に限ってメーター壊れてることもあるのでやっぱりねバンクーバーに来た際に駐車される際にはアプリおすすめいたします。今回もゆっくり行こうとしたんですが、ちょっとね立て続けに喋ってしまいましたが、もっとゆっくりできる動画を作りたいと思います。ちなみに今緊急車両が通過、後ろからね近づいています。こういった時にはバンクーバーでの交通ルールではもう一番端っこ路肩ギリギリに止めまして、その救急車両に道を譲ると、それをしないと違反チケットをね切られます。そしてこういった中央分離帯がないところでは反対側の車線の車も同じように路肩に寄せて通り過ぎるまで道を譲ると、そういうルールになっております。はい、というわけで今回はたまにお送りしておりますこのカナダの車にまつわる情報をドライブしながらお伝えすると、そういった回でございました。ご覧の皆さんもバンクーバーにまた来られる機会がありましたら、この動画を思い出していただき、スムーズにアプリで駐車を決済していただければ嬉しいです。ということで今回の動画、いいドライブができたなという方はいいねボタンを、またこういったカナダの車にまつわる情報の動画を見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。